こんにちは、シャチパンです。今回は今人気のミニ LED テレビについてです。近年のミニ LED テレビの進化は目覚ましく、人によっては有機 EL テレビより好みかなという方も増えてきたように感じます。ただちょっと注意点というか、個人的にショッキングなこともありましたので、そこにも触れながら大手5社の特徴や評判を解説していこうと思います。それではやっていきましょう。はじめに少しショッキングな話題からしましょう。それはミニ LED テレビに搭載されている量子ドットシートの質についてです。これ実は今海外でプチ炎上中です。よく家電量販店の店員や YouTube 動画などで、このテレビは量子ドットが搭載されているので色がほんと優れているんですよねと言っているのを聞いたことがありませんか？こちらをご覧ください。これはシャチパンが実際に測定した量子ドット搭載モデル2台と非搭載モデル2台、計4台分のバックライトのスペクトルデータです。量子ドットを用いる最大のメリットは優れた色表現で、従来液晶よりも混色のない濃い赤、緑、青の光が得られるので、結果として色表現の範囲が広がり、豊かな色彩で自然に近いカラーを実現するというものです。そのため人間の感知できる色表現を100とした場合のスコアはこのように高く、これが人気な秘密です。この左2つが量子ドット搭載モデル、そしてその右がいわゆる従来の上位液晶、一番右が従来の下位液晶モデルです。皆さんもうお気づきかと思いますが、この左から2番目の量子ドットモデルと3番目の従来液晶モデルの特性にはほぼ差がありません。スコアも同じです。シャチパンチャンネルをご覧になられている方はご存知かと思いますが、量子ドットシートはどれだけメーカーがコストをかけるかで特性が変わる、いわゆるピン切りシートですと説明をしてきました。ただここまでの切りシートがあるとはちょっと想定外でしたが、量子ドットと聞いていたモデルが実は従来液晶とほぼ変わらなかったわけで、ユーザーとしては聞いてないよということでプチ炎上したんですね。この量子ドットシートは特徴的な赤のスペクトル波形が出ているので、赤成分は従来の赤蛍光体を用い、緑成分は少しエッジが弱すぎるような気がしますが、量子ドットを使用。どうやらハイブリッドシートであろうとのことです。同じ量子ドットという枠組みですが、色表現範囲が 20% もダウンしており、これはかなりの差と言えるでしょう。これでどれだけコストが抑えられるのかは分かりませんが、安価な量子ドットテレビに用いられることが多いです。例えば TCL やシャオミの安価モデル、それから今回ご紹介するメーカーではハイセンスの U8 シリーズもどうやらこのシートを使っている模様です。従来液晶の上位モデルくらいの実力はあるので、価格を考えればありっちゃありなんですが、量子ドットと言われて買って実はハイブリッドでしたとなると、ショックを受ける方も一定数いらっしゃるかもしれませんね。ショックといえばシャチパンはどちらかというと日本の YouTuber の不甲斐なさの方がショックでした。今回このようなことがあったんで、普段はあんまり見ないんですが、該当モデルと思われるレビュー動画を YouTube で検索してみました。すると多くの YouTuber がレビューしていたんですが、ほぼ全ての方が測定器を用いることなく、ただただ個人の感想で量子ドットを用いているから色が素晴らしいとか最強とか言ってるんですよね。きっと今日もどこかで、そしてこれからも量子ドットという言葉だけを聞いて最強最強と発信し続けるんでしょう。どこら辺が最強なんでしょうか。海外レビュー動画では測定器の使用はもはや当たり前、グローバルスタンダードです。それはこのようなミスリードを防ぐためでもあります。なんで日本の YouTuber はこうも不勉強な人が多いんでしょうか。登録者が何千何万何十万人いようが、テレビ、それからゲーミングモニターもですが、測定器なしで画質を語ってる時点ではっきり言って時代遅れなんです。カタログを読むだけなら誰でもできるんです。我々がミスリードを防ぐにはどうしたらよいのか、
それは正しい知識と情報を得る以外ありません。皆さんもレビュー動画をご覧になられる場合は、測定器を使っているか否か、一つの大きな判断材料となるでしょう。なお余談ですが、シャチパンの元には案件動画の依頼がそれなりに来ます。中には測定器を使わないでほしいと言ってくるとんでもメーカーもいますが、そのようなメーカーはどんなに高待遇であったとしてもお断りしています。金なんかより大事なものがあるからです。何か後ろめたいことがあるのか何なのかは知りませんが、シャチパンのレビュー動画はそういった関門を抜けてきた一定の信頼がおける男気メーカーと言えるかと思います。全方向に苦言を呈した形になってしまいましたが、もうね、ちょっと見ていられなかったので、不快に感じた方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。それでは早速大手5社、ソニー、パナソニック、TVS レグザ、シャープ、ハイセンスの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でミニ LED テレビを買うとしたらどのメーカーにしますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが頭一つ抜きんでて人気が高く、次いで TVS レグザ、そしてパナソニック、ハイセンスが同票でした。ソニーの映像は海外でも定評があり、人気の高さがうかがえます。また3年前の投票では TVS レグザ、ハイセンスはここの位置でしたが、あれからだいぶ躍進しましたね。たくさんのご回答をいただきまして、皆さんお忙しい中いつもありがとうございます。さて、話は戻して上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはパネル性能。65型のパネル性能であるエリア分割数と明るさを分かる範囲で記しています。画質といえばパネルが最も重要であると言っても過言ではありませんので、メーカー非公開のこの情報を重視する方は多くいます。少しミニ LED パネルについて触れておくと、その名の通り小さい LED のことで、一般的に黒の表現と明るさが優れます。従来 LED のおよそ100分の1の大きさ、従来構成よりも高密度に配置できます。そのため映像の明るい部分と暗いエリアを細かく分けて光らせることができるので、黒の表現力が上がります。逆にこのエリアが大きいと、映像の周囲に少し光が漏れ、黒が浮いてしまうハローという現象が見えてしまい、黒の表現力が損なわれます。そのためこのエリア分割数というのはミニ LED テレビの画質を語る上で重要な要素なわけです。明るさはテレビ全体の明るさもそうですが、明るい部分の表現に直結します。明るさが不足しているテレビですと、映像の迫力がいまいちだったり、白い物体が灰色に見えたり、明るい部分の階調が潰れ白飛びしやすくなったりします。個人的には明るければ何でもいいというわけでもないのですが、明るさは七難隠すという格言があるように、パッと見の印象はよく見えますね。さて、各社のスペックとしては、まず海外レビューサイトからはソニーとシャープのデータがあります。ソニーのエリア分割数は昨年の480から1512とかなりの強化。他社にようやく並び、そしてピーク輝度は2802度と昨年から1002度近く上がっているでしょうか。ソニーはバックライト制御に定評がありますので、エリア分割数が他社と並んだことで明暗の表現はだいぶ向上するでしょう。ソニーは昨年モデルがあまりパッとしなかったこともあり、今年はだいぶ本気を出してきています。ただ後で言いますが、価格も本気を出してきていますので、他社との価格差分の価値を感じるかがポイントとなるでしょうか。なお、色表現範囲は従来モデルと同様、量子ドットの性能がわずかに他社には劣るようで、性能的には一歩及びません。シャープは分割数が凄まじく2000を超えてきており、コストがかかっています。ピーク輝度も1902と十分な明るさでしょう。ソニーをしのぐ分割数ですが、
バックライト制御技術はソニーの方が高いようで、動きの速いものの描写では少しハローが目立つという厳しい意見もありました。レグザは海外進出をしていないので測定データ自体はありませんが、情報を集め推測するにこれくらいになるかと思われます。分割数は1500前後、ピーク輝度は3000ニトという話もありますが、他社と同条件で測定するとおそらく2000ニトくらいではないかと思われます。ミニ LED らしい十分な性能かと思います。パナソニックは情報が少なく不明な点も多いのですが、昨年モデルのピーク輝度1600ニトから多少上がっているようです。ただし一番後発だったということもあるせいか、バックライト制御にまだ改善の余地があるようです。ハイセンスは海外ではインチ換算でエリア分割3000、ピーク輝度3500ニトの化け物テレビを発売していますが、同モデルでも日本向けのモデルはダウングレードしてくる傾向です。とはいえレグザに迫る性能に調節してきているでしょう。このように一言にミニ LED 搭載といっても中身は結構違います。エリア分割と制御技術、これらが合わさって初めてミニ LED である意味が出てきます。続いてインチサイズ。上位モデルは65インチ以上のことも多いのですが、小さめなサイズもあるシャープが優れ、65インチしかないパナソニックは劣ります。レグザは昨年モデルも入れると85インチ、100インチのモデルも備えます。次に特徴です。ソニーの特徴はコントラストと X ワイドアングルです。バックライトのエリア制御に加え、明部と暗部で流す電流を制御することでより明暗をくっきりさせます。液晶テレビで高コントラストを求める場合、エリアの分割数も大いに越したことはありませんが、それは緻密な制御技術があるからこそ成立するものです。ソニーの場合、海外でもその制御に定評があり得意とする部分です。パネルもコントラスト表現に適した VA パネルで、絵作りは鮮やかくっきりなテイストです。 X ワイドアングルは視野角改善の機能、 VA パネルはコントラストに優れる特徴を持ちますが、弱点として視野角が狭く、斜めから見ると色が白っぽくなり色抜けしたように見えることがあります。最上位モデルだけの搭載ですが、独自の光学設計により弱点である視野角を向上させます。台所で料理をしながらテレビを見るときや家族で広がって見るときなどは嬉しい機能です。ただ強い光が反射すると虹色縦縞が見えますので、反射するものがないかあらかじめ設置環境を確認した方が良いでしょう。続いてパナソニックの特徴は Fire TV とオート AI。 今年のモデルから全機種独自 OS から Amazon の Fire TV を採用しました。これにより Fire TV アプリストアが使えるようになったため、より幅広いアプリに対応。最大6つのユーザープロフィールを作成し、ホーム画面をアレンジしたり、Alexa の音声認識を搭載しているので、音声操作、検索ができます。結構大きな変更です。導入したてでまだ何とも言えませんが、今のところ大きな問題は起きていないように見え、安定しています。なお、4K 放送の録画やジャンプリンクは先日のアップデートで対応しましたが、ランダビングなどは現在アップデート待ちとなっています。オート AI は放送や映画など100万を超える映像シーンから AI が学習し、シーン別に最適な画質に調整するというものです。映画のシーンではコントラストを強調したり、スポーツのシーンでは芝生の色を明るく鮮やかに表現します。 AI による高画質化は他社も手掛けており、特徴としてはやや弱めでしょうか。続いて TVS レグザの特徴は地デジ画質とタイムシフトマシン。 4K に満たない地デジや BS、CS 放送は 4K テレビに映し出す際、必ず引き伸ばし処理がされています。
ただ単に引き伸ばしだけをすると映像が荒くなり見れたものではありませんが、レグザは引き伸ばししながらノイズを除去し、解像度を補完してリアルに見せる技術に定評があります。情報番組のテロップなどもノイズが除去され綺麗に見えるでしょう。なおレグザは地デジ画質だけではなく、ネット動画の画質の方にも力が入っています。絵作りはコントラストを強調するアレンジが他社より強めに入っている印象で、色鮮やかテイストです。タイムシフトマシンは同社最大の特徴で、地デジ録番組を数日分録画し続ける機能です。後から好きなシーンだけを好きな時に見れることから、ネット動画を選ぶ感覚で楽しめ、地デジをメインにご覧になられている方から多くの支持を得ています。なお、タイムシフトマシンが非搭載のモデルでも、録画機能は詳細なシーンリストや好みに合わせた自動録画など他社より優れており、追随を許しません。続いてシャープの特徴は N ブラックパネルと AI オートです。 N ブラックパネルはパネルの表面に光の屈折率を徐々に変化させる特殊な素材を採用し、外光や周囲のものがテレビに映り込むのを減らします。 AI オートは100万通り以上の映像を学習した AI を活用し、人の顔や空などのオブジェクト情報と映画やドラマなどの放送ジャンル情報を合わせて、色彩や明暗、階調を自動調整します。今年からシーンに応じて音声も調整するようになりました。他社も搭載しているところは多く、特に珍しいことはないでしょうか。絵作りは派手派手なテイストです。続いてハイセンスの特徴はレグザ踏襲と価格。ハイセンスはもともと画質に定評のあったレグザの映像技術を取り入れ、ホームページなどにもレグザでも実施している多くの画像処理の説明が見つけられます。画質自体はレグザの方がやや上に感じますが、驚きなのはその価格設定で、他社よりも圧倒的に価格が安く、コスパに定評があります。比較的安価で大型テレビが買えてしまうことから、画質にそこまでこだわりがないライト層から多くの支持を得ている印象です。ハイセンスはここ数年で日本の認知も上がり、シャチパンの動画コメントなどを見ても知らない人の方が少なくなってきた印象です。続いてサウンドです。テレビの上位モデルに搭載されるサウンドシステムは、各社の努力によりテレビに許された音響回路容積からは考えられないほど高音質になりましたが、やはり専用機には遠く及ばないという印象です。特に重低音はパッシブラジエーターで頑張っても、その差は個人的には顕著なので、よりクリアな音や重低音を求めるのであれば、3万円以上のサウンドバーや本格的なホームシアターの導入をお勧めしたいところです。値段で線を引くのはあまり好きではありませんが、このクラスのテレビを求める方にとってあまりに安いサウンドバーだと感動が薄いことが多いからです。なお、サウンドバーをお探しの方はこちらの動画でメーカー比較や接続など詳しく解説していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。各社サウンド構成のネーミングは様々ですが、構成という点では似ています。ソニー、レグザ、シャープは画面下部にメインスピーカー、背面中央付近に低音を担うウーファー、そして画面上部に高音を担うツイーターというのが基本構成です。一般的なテレビは画面下部にスピーカーが搭載されていますが、画面サイズが大きくなると映像の中心点が上がっていくため、映像と音の出る位置が離れてしまいます。上面のツイーターはこの離れてしまった音像を画面の中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような違和感のない音声を楽しめます。この3社は映像と音の一体化である低位感に重きを置いていると言えるでしょうか。なお、昨年モデルからの変化点としては、ソニーはフレームを震わせて
高音域を表現するフレームトゥイーターが画面上部にも追加され、立体音響の強化がされました。レグザは11あるスピーカーそれぞれに独立した制御回路を持つことで1チャンネルごと最適化されています。豪華な構成です。シャープはボイススピーカーの変更とハイトスピーカーを保護するパンチングネットの開口率を上げてきました。スピーカーネットの開口率は主に高音域に効きますから、少しクリアにした方向性でしょうか。ハイセンスは上面のツイーターの代わりにイネーブルドスピーカーが搭載されています。イネーブルドスピーカーとは、音を天井に反射させ3次元立体音響であるドルビーアトモスの高さ方向の音表現を可能とするものです。イネーブルドスピーカーはドルビー社が細かく角度や特定の指向性の要件を定めており、これをクリアしたものでなければ名乗ることができません。そのためドルビーアトモスのサウンド再現性は高く、立体音響に重きを置いているサウンドかと思います。昨年からの変更点としては、構成の見直しによりサイドスピーカーが省略されており、少しグレードダウンした一方、レグザにもあるオーディオキャリブレーション機能が追加となっています。パナソニックは昨年から変わらず、フルレンジスピーカーにウーファーというシンプル構成、凝った他社の構成と比較するとどうしても見劣りします。続いて価格。各社の55型、65型の現価格を記しています。上が上位モデル、下が下位モデルです。価格差が大きいので両方紹介しています。上位モデルは65型以上のラインナップが多く、この中で言うとソニーがちょっと二度見してしまうほどの高さで、ハイセンスがかなり安めです。ソニーの価格設定は本当にこれでいいのかは分かりませんが、かなり強気な姿勢ですね。売れなければ価格は落ちていくと思われます。パナソニックの上位モデルは有機 EL テレビなので、各社の上位モデルと張り合えるミニ LED テレビはないでしょうか。下位モデルでも傾向は変わらず、ソニーが圧倒的な高さ。次いでパナソニック、TVS レグザ、そしてハイセンスが圧倒的に安いです。シャープは逆に下位モデルが現状ない状況でしょうか。ソニーは下位モデルであっても他社の上位モデルに迫る価格設定で、さすがにこのままの価格設定でいくのは難しいかもしれません。口コミではレグザ、シャープのコスパを褒める声もありましたが、ハイセンスが最も多く感じました。各モデルの参考価格については概要欄にも記載してありますので、後で参考にしてみてください。続いて口コミです。ソニーは画質を褒める声が多かったです。色鮮やかで高コントラストでシャープな絵作りは万人に受け入れやすい画質でファンも多いようです。さらに今年のミニ LED モデルはピーク輝度とエリア分割数を飛躍的に強化してきたソニーの本気モデルであり、評判も上々です。それから Android OS 搭載のテレビということで、ネット動画配信サービスが充実していることが好評でした。一方、悪かった意見としては、Android OS の場合、自由にさまざまなアプリをダウンロードできますが、Google の動作検証が十分に行われていないようで、動作が不安定になることがあるようです。他に悪かった意見としては、録画機能が弱く、オートチャプター、早見再生に対応していません。それからテレビからレコーダーへのランダビングにも非対応なのが残念という声が見られました。テレビからハードディスクに録画したものは、テレビかハードディスクどちらかが壊れたら終わりです。保存しておきたい番組があればレコーダーに録画する必要があります。また価格も他社よりかなり高めであること、ミニ LED 下位モデルであるブラビア7のサウンドシステムがウーファーがなく迫力に欠けるという声がありました。続いてパナソニックです。転倒防止スタンドがいいという声がありました。底面の吸盤がテレビ台との間を真空に近い状態にし、倒れにくくします。吸着のオンオフは
スライドスイッチで切り替えることができます。それから2画面表示できる機能がいいという声がありました。また番組表の見やすさが賛否両論でした。悪かった意見としては、他社と比べて全体的に特徴が弱いという意見がありました。同社の有機 EL テレビと比べると力のかけ具合も明らかに弱く感じます。またサウンドも2個前のモデルではイネーブルドスピーカーなどがついていて凝った構成でしたので、液晶最上位モデルとしては残念という声がありました。続いて TVS レグザです。今年のモデルの画質強化がいいという声がありました。 LED の点灯時間と電流制御のアルゴリズムが変わり、より明暗のコントラストを表現できるようになりました。それからタイムシフトマシン以外にもユーザーの好みに合わせて自動録画、おすすめする見るこれという機能があり好評でした。番組表も文字の大きさと情報量のバランスがいいという意見が見られました。録画機能においては他社の一歩先を行っている印象です。録画機能についてはこちらの動画で実機レビューをしていますので、気になる方は後で概要欄から参考にしてみてください。それからリモコンも今年から Bluetooth 方式となり、テレビに向けることなく操作が可能になりました。悪かった意見としては、処理が重いのか応答性が悪いという声が他社より多く上がっているように感じました。メニューにもよるとは思いますが、ワンテンポ遅いと感じることもあるようです。次にシャープです。他社よりも豊富なインチラインナップが好評でした。小さめなミニ LED モデルをお探しであれば43インチまで対応しています。それから2画面表示が復活しました。表示は放送番組2画面のほか HDMI 入力信号も表示することができます。シャチマンは過去あまりこの機能を使ってこなかったんですが、需要はあるっていうことでしょうかね。ちなみに今シャチパンは2画面で片方アニメを表示させながらこの動画を作っています。分かっていたことですが全然進みません。一方悪かった意見としては、今年から同時録画番組が1番組だけしかできなくなったのが残念すぎるという声がありました。人によってはこれだけで選択肢から外れるほどのインパクトとなるでしょうか。それから画質が独特な味付けのせいか画質調整がしにくいという声がありました。続いてハイセンスです。なんといってもコスパを褒める声が圧倒的に多かったです。画質は他社を凌駕しているわけではありませんが、価格ほどの差を感じない方も多く、それが購入動機となっています。UI や番組表もレグザに似ており扱いやすいイメージで、またメーカー保証が3年で長いと好評でした。何もつけないと1年のところが多いです。ただテレビは壊れやすい家電などで、可能であれば長期保証をつけた方がいいでしょう。悪かった意見としては、レグザにはある録画の30秒送り10秒戻しのスキップ機能が欲しいという意見がありました。それから置いているお店が限られ、実物を見たいけど見つからないという声がありました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。各社非常に高い点数で、どのテレビを選んでも満足できると思われる中、今回は誤差範囲ですがハイセンス、次いで TVS レグザの点数が高かったです。ソニーもこの価格帯でだいぶ善戦しているように感じます。一方パナソニックはやはり有機 EL に力を入れていることもあり、ラインナップも控えめ、価格は手頃でバリュー感はありますが、総合的に少し他社より見劣りするでしょうか。参考にしてみてください。一言まとめ。画質に定評があり人気のテレビをお探しの方はソニー、派手めなテイストが好みで小さめなモデルもお探しならシャープ、 Amazon 協力のもと FireTVOS を採用したテレビに魅力を感じた方はパナソニック、
録画に定評がありつつも画質も撮りたいという方はレグザ。圧倒的に価格が安いものの基本性能はしっかりしている、そんなテレビをお探しであればハイセンスが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつお店で最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。